どうも、グビチャンネルです。今週大寒波が来ます。試したかったこの嫁のノーマル L 版で氷点下車尺に行ってきます。軽キャンピングカーはボディ断熱が入っているので比較的暖かく眠れます。しかし L 版はただの鉄板です。 DIY などしていないこの状態で車中泊し、どのぐらい温度下がるのか検証します。試したいのが氷点下車中泊での暖房です。こちらカセットガスストーブマイダンと、これは電気のパネルヒーター、この2つ実用的なのか検証します。そして前回車中泊して問題点1つ、この窓が少ししか開かないので換気がほとんどできませんでした。でもいいの見つかりました。こちら L 版の窓に取り付ける換気扇です。こちらも使い心地を確かめます。とりあえず今からスタッドレスタイヤに交換して夜に換気扇取り付けます。はい、戻ってまいりました。それではこの換気扇ボードを窓に取り付けていきます。この換気扇ボードは通販で購入しました。ナッツバンライフプロダクツさんです。キャンピングカービルダーのナッツ RV さんとはまた別のところになります。この辺が付属品になります。そしてこの換気扇ボードはだいたい15,000円ぐらいでした。で、こちら特別にここアクリルの透明窓つけてもらいました。こういったわがままも相談に乗ってくれました。こちらの USB の換気扇は別途購入しないといけません。Amazon で1500円ぐらいでした。では早速取り付けていきます。完成しました。ここのフックを引くと窓が開きます。そしてここに USB モバイルバッテリーで挿します。で、ここにポケット作りました。で、スイッチを押します。回りました。結構音も静かです。そしてここなんですけど、ここは開いてます。で、付属のこの布ですね、これをかぶせます。そうするとここが密閉されます。それでは助手席の後ろも開けてこの布で密閉します。あ、こっから冷たい風来てます。そしてこちら忘れてました。アクリルなんで窓の景色も見えて圧迫感はありません。こちらの換気扇、問題なのが強度ですよね。開け閉めしていて取れないのか、これコードフックで止まっているだけなんで、それと MDF っていう材質なんですけど、これ水ほっとくと弱いんですよね。なので濡れたらすぐ拭き取らないといけません。 MDF 材の上にこれ黒い紙っていうんですかね、シールみたいなのを貼られてます。なのでまだ強度はマジだと思うんですけど、また今度防水スプレーなど対策考えます。あとは実際の換気能力、車中泊で車中飯作って確かめます。それでは車中泊行ってきます。今スーパーの方で買い出ししてきました。車内の冷蔵庫に食材入れました。走行中は車のシガーソケットから電源を取ります。交換したスタッドレスタイヤなんですけど、こちらになります。ホイールは選べなくてタイヤとセットの状態で売っていました。横浜タイヤです。これで最悪雪降っても大丈夫ですね。ここに車外の温度計引っ張りました。これでリアルタイムで外気温がわかります。行き場所なんですけど、天空の宗教都市高野山に行きます。 1000m 級の都市になります。天気予報では気温がマイナス5度からマイナス7度とめちゃくちゃ冷えるみたいです。まもなく冬季通行止めがある道があるような街です。
で、心配なのがお化けなんですよね。高野山は世界遺産でお墓も無数にあり、霊が集まります。今日はお化けと寒さに耐えながら車中泊も楽しみます。高野山到着しました。あちらが奥の院ですね。入り口になります。いやー、この雰囲気ほんと大好きなんですよね。まもなく日が暮れますんで、帰りにまた寄りたいと思います。今現在の標高が785メーター、外気温が 2.8 度です。いやー、めちゃくちゃ寒いです。で、この道さらに行くと冬季通行止めになる高野竜神スカイラインです。この先はまだまだ標高上がってきます。とりあえず寒くて舌が回らなくなってきたんで、車内でお茶飲んで温まります。かなり手かじかんできました。で、このケトルであったかいお茶飲みます。このケトルそんなに容量はないんですけど、消費電力は 300W でめっちゃ低かったので買ってみました。ポータブルバッテリーはこちら容量 1000Wh タイプと容量 500Wh タイプ2台持ってきました。いやー、この換気扇いいですね。やっぱりアクリルで透明にしたんで窓が見えるんで圧迫感はありません。はい、沸騰しました。熱々ですね。コップ1杯分約3分半で沸騰しました。ほうじ茶と一緒にいただくのがこの高野山名物上岸屋焼いたお餅ですね。中にあんこが入ってます。いただきます。いやー、この組み合わせほんま幸せです。で、この上岸屋めちゃくちゃ美味しいんですけど、少し焼き目ついてます。だから香ばしいんですね。なんぼでも食べれそうです。ごちそうさまでした。このクッキングシートちょっとした小皿にちょうどいいですね。汚れてもすぐ捨てれるんで。この天気予報を見ていたら今日の朝方ここマイナス5度まで下がります。でもこの奥もうすぐしたら冬季通行止めになる竜神スカイライン。この先にはさらに温度が下がる道の駅があります。以前インディ727で夏場車中泊したんですけど、夏でもすごい涼しかったです。せっかくなんで今日はそちら行ってみたいと思います。ただ通れるか心配なのと、あとはそこめちゃくちゃ怖いんですよね。行ってみてやばそうだったらまたこっち戻ってきます。あ、ダメですね。夜間通行止め5時から約7時。今ちょうど5時になったんですよね。あ、でも大丈夫ですね。期間が12月15からです。まだギリギリこの先行けるようです。よかったです。じゃあ行ってみます。鹿。いやー、びっくりしました。ちょっとカメラ映ってたかわかんないですけど、鹿が飛び出てきました。日没後は野生動物も出るため走行したくなかったんですけど、しょうがないですね。慎重に進みます。はい、到着しました。現在の標高は1273メーター。そして外気温なんですけどマイナス 0.4 度、氷点下ですね。すごい。当たり前ですが誰もいません。辺りは真っ暗です。ちょっと出てみます。いやー、めっちゃくちゃ寒いです。街灯もないんで何も見えないですね。向こうの方に
公衆トイレと道の駅がありますが、もう当たり前ですが閉まっています。息が真っ白です。寒いです。中入ります。いやー、しかし車内の安心感すごいですね。まさに鉄のテントといった感じです。この鉄板のところはかなり冷たいので、深夜氷点下まで車内下がるんでしょうか。その辺も検証します。こんな感じで外から見える部分だけ目隠ししておきました。助手席側は網戸になっているんでシェードが取り付けられません。これはまた今度カーテンか何か考えた方がいいですね。この後ろの窓2つだけシェードつけれないんで断熱効果は弱そうです。これはもう仕方ないですね。またおいおい対策考えます。車内が冷えてきたんで暖房つけていきます。まずはこの電気のパネルヒーター、氷点下でも使えるのか検証していきます。温度調節があります。一番高にしときます。スイッチオン。消費電力は現在 157W です。約 150W なんでかなり省エネですね。これで本当に車内が暖かくなれば危なくないし、車中泊にはぴったりですね。現在の外気温がマイナス 1.3 度、中が 13.2 度です。はい、30分ぐらいこのパネルヒーターつけていたんですけど、あんまりあったかくないですね。この辺はほんのりあったかいんですけど、もうすぐ横にあるシュラフとかは全然あったかくなってないです。ここの表面の温度を測ると約60度ですね。裏も60度ぐらいあります。もうほんとこのぐらい近づかないとあったかさを感じることができません。これ比較的安全なんで、こたつとか作ってその中に入れたらあったかそうです。外気温なんですけどマイナス 1.5 度まで下がってきました。車内はパネルヒーターつけていたんですけど 11.4 度、こちらも下がってきました。なんかもうこの辺からすごい冷気が入ってきてます。これ以上寒くなってきたら辛いので、もうこのパネルヒーター切ってカセットガスストーブ毎段つけます。こっち網戸になってますんで窓開けておきます。お腹空いたんで車中飯いただきます。寒いんでやっぱりあったかいもんいただきたいですよね。で今日は豚肉と家から持ってきた野菜とカニカマ、そしてうどんでカニカマの豚汁うどん作ります。これめちゃくちゃ美味しいんですよね。カット完了しました。今回は食べ応えある豚汁にしたかったんで大きめにカットしました。大根、人参、しめじ、長ネギ、厚揚げ、カニカマ、豚肉です。 IH で調理していきます。まずはこのフライパンで具材を炒めて、その後この IH のアルミ箔鍋で煮込んでいきます。豚肉に火を通していきます。このアルミで油跳ねを防止します。それでは初めてこの換気扇使っています。これで車中飯の匂い残ってないか明日の朝チェックします。モバイルバッテリーで駆動させます。1万 mAh のモバイルバッテリーです。風量はこの緑でいきます。回りました。助手席の後ろ、こちらから冷たい風が車内に入ってきてます。今座ってるちょうどここが風の通り道になってます。なのでちょっと頭寒いです。これ運転席の窓を網戸にして開けれればこんな感じに流れて比較的寒くなく換気できそうです。
この換気扇、パソコンの USB ファンを利用しているんで、かなり静かです。今、一番強なんですけど、IH のファンの音しか聞こえません。あとはネギをかけて完成です。それではいただきます。まずスープから飲んでみます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。お腹空いていたんで、汁まで全部飲んじゃいました。やっぱりうどんってほんと温まりますね。今現在の外気温がマイナス 1.1 度で、車内が 12.2 度です。ご飯食べてるとき暑かったんで、前段切ってたんですけど、冷えてきましたんで、またつけてきます。今日の夜、外は一体何度まで下がるんでしょうか。なんか不安でもあり、少し楽しみでもあります。今日の寝床なんですけど、まずはこのロゴスの冬のシュラフ、そしてこの中に USB の発熱パッド入れてます。この組み合わせかなり暖かいので、前段切って寝て車内が氷点下になっても耐えれるかなと思います。なんかワクワクしてきました。今 FF ヒーターつけてるんですけど、寝るときは切って寝ます。この発熱パッドなんですけど、3段階弱中強ってあります。で、今日は寒いと思いますんで強にしておきます。 N1 で車弱2回目なんですけど、かなり気に入りました。天井も高いし走りもいい。夏は車中しない人で男一人だったらこれで十分ですね。あとは真冬の氷点下車中でどのぐらい冷えるかだけです。今日確かめます。それではおやすみなさい。おはようございます。いやー、寒かったです。現在朝の8時です。底冷えして何回も起きちゃいました。今のこのゴマさんスカイタワー道の駅の外気温がマイナス6度です。おそらく朝方車内も氷点下まで下がっていたと思います。やっぱり断熱もしていないただの鉄板なんで、車内が車外と同じぐらいまで気温下がりました。キャンピングカーのボディ断熱との違いを痛感しました。この電熱パッドあったかかったんですけど、それでも寒くて何回も起きました。これなかったらやばかったですね。窓はびっしょり濡れています。このボディの鉄板も湿ってますね。かなり体冷えたんで、朝ごはんはあったかい鮭茶漬けいただきます。
まずは無洗米炊いていきます。ご飯炊けるまで少し散歩します。いやー、めちゃくちゃすがすがしい朝です。車も増えてきました。うわー、すごい。これが標高1300メートルの光景なんですね。あそこの尾根の林道すごいですね。走ったら絶景そうです。あそこの山の頂上らへんはもう凍ってますね。なんか神秘的な光景です。めっちゃ綺麗です。車も増えてきたんで、朝ごはんは移動していただきます。このさらに奥地に森林公園ワイルドライフというのがあります。ちょっと行ってみます。あ、休みって書いてますね。この先冬は行けないみたいですね。ちょうどいいところに車止めれるとこありましたんで、ここで絶景を見ながら朝ごはんいただきます。めちゃくちゃいい香りします。それでは身をほぐしていきます。さあ、じゃあご飯炊けてるでしょうか。うわ、美味しそうです。今回は洗い物を減らすためにもうこの使い捨てのお皿を使用します。それでは鮭をたくさんのしていきます。ここはワイルドライフという公園なんで、ワイルドに大きめにほぐしました。味付けなんですけど、白だしありますんで、こちら大さじ1杯入れます。あとはお湯をかけて、刻みネギ、白ごま、刻みのりをかけて完成です。いただきます。めっちゃ美味しいです。白だしが結構薄味なんですけど、塩鮭味ついてますんでちょうどいいです。ごちそうさまでした。いやー、温まりました。で、そこの方にですね、白だしが溜まっていたんで、ちょっと最後濃いかったです。最初にかき混ぜた方が良かったですね。ご飯と鮭残ってますんで、こちらはおにぎりにしてまたお昼いただきます。はい、それでは換気扇も切っておきます。で、この奥ですね、先行くの諦めたんですけど、車なんか1台通ってまして行けそうなんで、一回そこ行ってちょっと散歩してから車内の匂い確かめて、この換気扇の能力を確かめます。ここからはかなり道が細いので、ゆっくり安全運転で行きます。結構落石が多いですね。崖が崩れてます。あ、ダメですね。行けなくなってます。これ以上行けないようにチェーンされてます。で、この手前に車止めれるスペースあったんで、一旦そこに行きます。うわ、寒っ。道路脇に謎のスペースありましたんで、ここに止めました。かなり広いんで、災害時などヘリが降りる場所かもしれません。もう本当に何も聞こえません。紀伊山脈が一望できて、ススキがたくさん生えていて、本当に綺麗な場所です。しばらく外にいて中に入ったんですけど、車内で匂い全然しません。そもそもなかなか取れない頑固な匂いの元となる油跳ねなどをさせない調理法だったので、空気を入れ替えるだけで全く匂いが残りませんでした。この PC ファンの換気扇だけで空気中の匂いは十分取れますね。もしも油跳ねや汁などでたくさん飛んでいたら、どんな換気扇でも匂いは残っていると思います。そして今回暖房の検証もしたんですけど、このパネルヒーター全然ダメでしたね。ただ毎暖でも暖かくなるんですけど、暖かい空気が上に行くんで、前に風を送る装置が必要だと思いました。そして今回の氷点下車中泊、
普通の車では寒すぎて寝れないことが分かりました。これシュラフなどもっと強力なものに変えないとダメですね。マイナス6度の氷点下車種泊では、この電熱パッドは暖かかったんですけど、上側はすごい寒かったです。で、頭は寒すぎてもシュラフの中入れてました。多分車内は外気温ぐらい下がっていたんじゃないでしょうか。やっぱりキャンピングカーのボディ断熱ってすごかったんですね。改めて体感しました。ただ、断熱以外の部分は全然負けてないですよね。走りに関してはこっちの方が全然いいです。キャンピングカーも普通の車の車着仕様もどっちも一長一短があるなと思いました。この N 版は購入してから何もいじっていないノーマル状態です。もうテーブルと冷蔵庫など車着道具を持ってきただけ。これだけで遊べるのは本当すごいですよね。嫁の車なんですけど、かなり気に入りました。今回の車種をもとにこっそり車着仕様に DIY していきます。それでは最後に高野山寄って帰ります。ご視聴ありがとうございました。いきます。せーの。